皆さんこんにちは。 YouTube チャンネル僕と車をご覧いただきありがとうございます。今回は10月19日から2日間富士スピードウェイで開催されましたマツダファンフェスタ2024のダイジェスト映像を前後編2回に分けてお届けしようと思います。今回松田さんのご厚意で至近距離から注目の車を撮影させていただいたり、迫力満点の走行シーンなどもございますので、ぜひ最後までご覧いただけましたら幸いです。はい、というわけで会場へ向かうたくさんのマツダ車の波に乗ってやってまいりました富士スピードウェイ。昨年5年ぶりの開催となったマツダファンフェスタですが、今年もここ富士スピードウェイと岡山国際サーキットで開催されました。そして今年は両会場で2日ずつの開催となりスケールアップ、総勢約450名のマツダの社員さんにより提供されるさまざまなコンテンツに加え、全国の販売店さんや関連企業さんの特設ブースでの展示や販売など内容も盛りだくさん。ファンの皆様と共にもっと車を楽しむ場というコンセプト通り、マツダの注目車両の展示はもちろん、レジェンドカーたちのサーキットパレードラン、本格的なレース、さまざまな体験型コンテンツが催され、子供から大人まで車を五感で楽しめるまさにマツダのテーマパークとなっていました。あまりにも多い見どころのため、今回はさらっとしたご紹介になってしまいますが、早速オープニングセレモニーの様子から見ていきましょう。到着後、まずご案内いただいたのが、なんといきなりコースの中。緊張と興奮の中歩いていると、後ろに猛烈な存在感を感じ、振り返るとNA から ND まで歴代ロードスターを従えてやってきたのが、ファンフェスタの顔ともいえる 787B。コックピットはもちろんこの人、ミスタールマン寺田洋次郎さん。なお、ファンフェスタは両日とも YouTube のマツダ公式チャンネルにてライブ配信され、多くの方が視聴されていました。松田さんの力の入れようが伝わってきます。そして寺田さんと共に並ぶのは、先ほどロードスターを運転されていた諸社長をはじめとするマツダ役員の皆さん。おはようございます。皆さんおはようございます。株式会社の諸正宏です。よろしくお願いします。なぜ役員の皆さんがレーシングスーツに身を包んでいるかというと、そう、レースに出場するからなんです。この日、全国の販売会社、グループ会社で競い合うマツダグループチャレンジカップが行われ、このレースに皆さんドライバーとして参加されます。会場では前回優勝の東海マツダ販売大貫社長からトロフィーの返還が行われました。以上でオープニングセレモニーは終了。いよいよ2日間にわたるマツダの祭典が幕を開けました。続いては今回の目玉の一つでもあるあの車両にまつわる記念イベントに向かいます。今年で発売から35周年を迎えるロードスター。それを記念して特別使用車の発表が今回のファンフェスタで行われました。もちろん世界初公開。会場には一目見ようと多くの方が集まっていました。35周年記念車はソフトトップと RF に用意され、最近のマツダトレンドであるアーティザンレッドプレミアムメタリックとスポーツタンのコンビネーションとなっています。専用オーナメントはもちろん、ヘッドレストのエンボス加工、フロアマットだけではなくカーペットまでタンカラーで統一された内装はまさに大人仕様。
円熟味極まる ND といった仕上がりになってました。なおあまりにも人が多くしっかり撮影することができませんでしたため、気になる方は松田系ブログの老舗つらつらと松田さんに詳細丸分かりの記事がありますので、ぜひそちらをチェックしてください。こちら概要欄に URL を載せておきます。そしてサーキットではマツダグループチャレンジカップの決勝が間近に迫ってました。全31台で規定時間内の周回数と燃費を競います。諸社長率いるチーム人馬一体ロードスターは17番スタート。今回はバイオリニスト古澤巌さんの生演奏に合わせたローリングスタートとなってました。レース終盤は他のイベントと被ってしまいましたため、残念ながら見ることができず、結果だけのお伝えとなってしまいますが、優勝は北関東松田さんの MRT ロードスター1号でした。諸社長率いる人馬一体ロードスターは総合6位のフィニッシュ、17位からの猛烈な追い上げでした。皆さんお疲れ様でした。続いてやってきたのはトークイベントマツダスピリットレーシングの挑戦。1992年のル・マン出場を最後にモータースポーツから撤退したマツダですが、2022年30年ぶりにスーパー耐久に参戦し、ワークス活動の復活を果たしました。代表を務める前田育夫さんを中心にマツダスピリットレーシングの生い立ちやこれからの展望、ここでしか聞けないような裏話など満載で、とても興味深い内容でした。ここピットビル屋上のステージでは、この他にもミスタールマン寺田洋次郎さんによるルマントーク、それからトヨタスバルのレーシングチーム代表をお招きしての自動車メーカー協調トークショーなど、2日間にわたり興味深い内容のトークショーがひっきりなしに開催されていました。特に興味深かったのは自動車メーカー協調トークショー。協調とは共に挑むの意味で、マツダ、トヨタ、スバル、日産、ホンダの5社がメーカーの垣根を越えスーパー耐久参戦を通じ、カーボンニュートラル社会の実現に向けての取り組みを紹介されていました。本来であればライバルであるはずの5社ですが、パワートレーンのログデータまで共有するほどの協力体制を構築し、まさにチームジャパンとして内燃機関の可能性を探求されている様子は、一車好きとして本当に嬉しかったです。すべてのトークショーは公式チャンネルのアーカイブから見ることができますので、皆さんもぜひご覧になってみてください。本当に面白いのでおすすめです。そうですよね。そうなんですよ。だいぶやってなかったですよね。かなりやってなくて本当にすいません。ねえ、約3。続いてやってきたのはマツダレジェンドカーの筆頭 787B。 この日最後のメインイベント歴代レーシングカーデモランに向け、ピットでは暖気運転が始まろうとしていました。今ではなかなか聞くことができない伝説のロータリーサウンドを求め、ピットには大勢の人が訪れていました。スタッフの方からマフラー側は特に大きい音となるためご注意くださいとのアナウンスがあり、ピット内は興奮と緊張に包まれました。そして製造当初から 787B のメカニックを担当されている野村博之さんがイグニッションオンの準備を始め、小さな声でうるさいですよと後ろの方に最後の注意をされ、緊張マックスに。皆さんのリアクションにも注目してご覧ください。
4ローターのエンジンも十分に温まり、いよいよデモランのスタート位置に向け移動を開始します。ここで簡単に 787B についてご紹介します。マツダがルマンに初挑戦してから21年目となる1991年、この年はロータリーエンジンの出場が許された最後の年でした。まさに背水の陣として臨んだルマン 787B は激闘の末、見事優勝をつかみ取ります。この優勝は日本車として初、またレシプロエンジン以外で初めてという快挙となり、世界を驚かせました。日本のモータースポーツの歴史に金字塔を打ち立てた 787B はその後広島のマツダミュージアムに動態保存されましたが、2011年ルマン主催からの招待を受けフルレストアを行い、本レース前のデモランにて20年ぶりに快音を響かせました。製造から30年以上経過した現在においてもサーキット走行可能な状態を維持されており、マツダファンフェスタ等のイベントで今でもファンを魅了しています。自然吸気4ローターが奏でるサウンドは天使の絶叫と呼ばれ、この音を聞きたいがためにファンフェスタに足を運ぶ人もいるほどです。続いては本日最後のプログラム、パレードランを見にメインスタンドにやってきました。パレードランは自分の車でサーキットを走ることができるまたとないチャンス。ピットウォールのスタッフさんやスタンドの皆さんが車列に手を振る姿が印象的でした。私も走ってみたかったのですが、今回は撮影のためぐっと我慢。今日明日に備え、これで家路に着きます。後編ではマツダスピリットレーシングと様々な展示や体験型コンテンツを中心にご紹介いたしますので、次回もぜひご覧ください。